はい、今日は兵庫県豊岡市の城崎温泉にやってまいりました。こちら JR 城崎温泉駅の駅前です。ここから北に向かって伸びるのは駅通り。比較的新しそうな建物も和のデザインで統一されています。駅前に降り立った瞬間から日常を忘れさせてくれるような風情が漂っていますね。飲食店や土産物や旅館などが軒を連ねていますね。城崎温泉のメインストリートの一つです。さあ、ここ城崎温泉は1300年の歴史を持つ古い温泉で、国内はもとより海外からの旅行客の方も多く見かけます。また冬の味覚カニの産地としても知られ、シーズンには至福の一杯を求めて多くの人が訪れます。カニの絵が描かれた看板もありますね。そして何より城崎温泉といえば外湯巡り発祥の地。個性豊かな7軒の外湯を浴衣に下駄といったいでたちで巡るのがここ城崎の楽しみ方です。城崎には町全体が一つの旅館という考え方があり、今歩いている道が廊下、旅館が客室で外湯が大浴場というイメージなんですね。右手に見える花小路歳月さんは6年前に宿泊した思い出の宿です。大人向けの落ち着いた空間とスタッフの方々の温かなおもてなしが今も心に残っています。左手には海鮮、カニ料理、但馬牛の文字が見えます。食欲がそそられますね。さあ、引き続き駅通りを北上します。あいにくの小雨ですが、しっとりと濡れた街並みもまた趣があっていいものです。大阪、京都、神戸の3都から電車で約2時間半。決してアクセスが良いとは言えませんが、さすが人気の観光地だけあって活気に満ちています。右手には大きなカニが目印の稲葉さん。そして左手にはお土産の河本商店さん。さらに右手の白い建物は1927年築の旧城崎郵便局。現在はカバン屋さんに生まれ変わっています。左手のこちらもカバン屋さんですね。ここ豊岡市は日本有数のカバンの生産地として知られています。豊岡の中心街にはカバンストリートというところもあって、そちらも伝統的なカバン職人のお店が立ち並んでいます。そこには珍しいカバンの自動販売機なんてのもあるんですよ。浴衣を着て外湯巡りをされている方の姿がありますね。ただこの通り沿いは夕方で閉まるお店が多いようで、夜はどちらかというとこの奥の湯の里通りが賑わいの中心になります。真正面に見えるとんがり屋根の建物は7軒ある外湯のうちの一つ、地蔵湯です。立地が便利なので人気がありますが、メインのお風呂と子供風呂だけのシンプルな構造です。さあ、地蔵湯前の交差点に出てきました。ここを横切っているのは大谷川を挟んで東西に伸びる南柳通りと北柳通りです。写真でよく見かける柳の並木道、まさに城崎温泉のシンボル的な通りです。この通り沿いにも飲食店や旅館、土産物屋などが立ち並んでいます。夏には花火も打ち上げられます。日が暮れて店先に明かりが灯り始めた様子がまた素敵ですね。さて、弓なりに沿った古風な橋が見えますが、こちらは弁天橋。ここ城崎温泉は1925年の北田島地震で一度は焼け野原となりましたが、復興の象徴として翌年、同じような形の橋が等間隔で4つ架けられました。これらを合わせて弓形橋群と呼ばれています。
柳の並木が風流ですね。昼間ののんびりとした空気もいいですが、夕暮れ時浴衣姿の人が増えると一気に温泉街らしい華やかさが増します。ただ温泉街を東西に横切る唯一の道路なので、車の往来には少し注意が必要です。弓形橋群の2つ目の橋、桃島橋が見えてきました。ちょうど川のカーブに位置しているので、4つの橋の中でも特に絵になる風景です。ここ城崎温泉は文豪ゆかりの地としても知られており、志賀直哉の小説城崎にては特に有名です。ここから路地を左に入ったところには文学の歴史に触れられる城崎文芸館があります。次に見えてきたのは3つ目の橋、柳生橋です。その名の通り、7軒ある外湯のうちの一つ、柳湯の前にかかっています。ところで右手に見える大谷川の護岸に注目してください。実はこの近くの景勝地、玄武洞から運ばれた玄武岩が使われています。これもまた震災復興の際に町の守りを固めるために築かれたものなんだそうです。さあ、そして弓形橋群の4つ目の橋、愛宕橋が見えてきました。ここから左に入って山を登ったところには愛宕神社があり、城崎の町が一望できるそうです。柳の並木道も終わりが近づいてきました。このまま川沿いを進むと桜並木の木屋町通り、そして右手に見える大橋を渡ると湯の里通りに続いています。川の対岸に見える大きな建物は7軒ある外湯のうちの一つ、一の湯。江戸時代の医師香川修徳が天下一の湯と絶賛したことから名付けられたそうです。大橋から大谷川を振り返ります。さあ、橋を渡ったところには一の湯。その奥には夜のメインストリート、湯の里通りが続いています。この通り沿いは比較的夜遅くまで営業しているお店が多いのが特徴です。土産物屋や食べ歩きのできるお店も多く、外湯を巡りながらゆったり散策するのに最適ですね。下駄の音があちこちからカランコロンと心地よく響いてきます。さあ、スタート地点の城崎温泉駅から700メートルほど歩いてきました。街並みはさらに奥へと続いています。その奥に見える大師山にはロープウェイで登ることができます。居酒屋もありますし、地酒が味わえる酒屋さんもありますね。湯上がりにほろ酔い気分で街歩きというのもまた格別ですね。左手には谷口屋遊技場。射的やスマートボールが楽しめる昔ながらのお店です。こうした昔ながらの遊びは大人にとっては懐かしく、子供は新鮮で、世代を超えて楽しめるのが魅力ですね。城崎の街には派手なお店や怪しげな雰囲気がなく、あくまで健全で落ち着いた温泉街。大人はもちろん子供連れでも安心して歩けるというのが、この街が愛され続ける理由かもしれません。左手にはセンター遊技場。こちらも以前にお邪魔していますが、今日は閉めておられるようです。
そして右手には7軒ある外湯のうちの一つ、御所の湯。鎌倉時代に皇族が入浴された歴史にちなんで名付けられたそうです。外湯の中ではここが一番人気のようで、時間帯によっては非常に混雑し、入場制限がかかることもあります。露天風呂に滝があったりして、まさに豪華絢爛なお風呂でした。左手には旭遊技場。城崎温泉では現在3軒の遊技場が旅の夜を彩っています。外湯巡りの合間にこうやって街をそぞろ歩くのもまた楽しいですね。一つ一つのお湯に入って、外に出て涼んで、また次のお湯に向かう。その繰り返しの中で、だんだんと身も心もほぐれてくるような気がします。街路灯に明かりがつきました。街もすっかり夜の表情です。城崎温泉ならではのこの唯一無二の空気感は動画ではなかなかお伝えしきれません。ぜひ皆さんも実際に足を運んでみてください。はい、ということで本日は兵庫県豊岡市の城崎温泉からお送りしました。最後までご覧いただきありがとうございます。皆さんチャンネル登録、高評価、そしてお気軽にコメントよろしくお願いいたします。